おはようございます。ケオです。今日はですね、ちょっと車検に行こうかと思っています。この車ですね、2020年かな、2020年の12月12日に納車になりまして、今日が24年の11月11日です。ほぼ4年が経過しようとしていて、そうですね。で、軽自動車、軽のキャンピングカーは初回2年で、その後は2年ごとの車検になっているので、車検時期が到来したわけです。前回は実は動画撮ってなかったんですが、ユーザー車検で車検を通しました。いわゆる持ち込みの検査ですね。車検場に自分の車を持って行って検査するやつです。で、今回についても、2回目の車検、あんま直すとこないと思うので、ユーザー車検で、車検場に持ち込みたいと思っています。はい。で、知ってる人もね、多いと思うんですけれども、車検受け方は2通りあって、この車ダイハツなんで、ダイハツのディーラーに持って行って、車検通してくださいって言うと、車検を通してくれるディーラーの車検。で、もう1個は、ユーザー車検場に持って行って、自分で車検を通す。整備とか、なんか手続きとか全部自分でやらないといけないんでめんどくさいんですけど、のユーザー車検。この2つがあるんですね。ディーラー車検は楽なんでいいんですけど、お金をね、もちろん取られるので、ユーザー車検にしたいと思います。で、私ですね、この車は、船橋ナンバーがついてます。なので、ナンバープレートの地域によって車検、ユーザー車検受けられる地域が違うんですね。千葉県だけでもなんか6個か7個ぐらいいろいろナンバープレートがあるんですが、ユーザー車検を受けられる場所は、4つか5つぐらいに分割されてます。はい。なので私の船橋ナンバーの場合は、八千代緑ヶ丘のところにある、なんか軽自動車検査協会っていうところに行かないといけません。はい。今、向かってます。で、今日はですね、車検を通しつつ、あとは自分の、備忘録的に、いくらかかったのかとか、どれぐらい大変だったのかをちょっと記録しておこうかなと思います。車検ね、2回目、4年目の車検なので、どれくらいかかるかっていうところはちょっと皆さんも気になるところかと思います。じゃあ、行ってみましょう。でですね、今国道296号線、薬園台とかのあたりを走ってます。千葉県はですね、道路がやばいってことで有名で、道路が終了してるんですね。もうなんか、道がね、狭いし混んでるし、なんかまともな道がないっていうんで、もうなんか、やばいんですよ、とにかく。で、無限に朝から渋滞をしていて、車検場はね、9時ぐらいの予約になってるんですが、ギリギリ到着ぐらいかなになってます。はい、着きました。なんかね、296号が無限に混んでただけで、別になんかそれ以外はね、普通でした。はい、軽自動車検査協会です。どこなんだ、ここは。OK かな。よし、来ました。これなんかこうユーザーでね、通しに来てる一般人ってマジで全然いないんですよね。ディーラーのなんか制服着たお姉さんとか整備士さんとかばっかりですね、ここで見かけるのはね。よし、じゃあちょっと手続きしてきます。はい、受付してきました。私じゃ人生で2回ほどしかですね、ユーザー車検受けてないもんで、当然のごとく、わかんないですって言ったら、初心者コースに案内されました。よっしゃ、行きましょう。ETC カードを認証しました。1番のコースです。
よいしょ。 OK です。 ETC カードを認証しました。車検は無事クリアしました。これ車検シールね、ちゃんともらいました。令和8年の12月まで有効のやつだから、令和8年って何年だ ?2026 年はい、2026年まで有効な車検証を手に入れました。これでね、延命ができましたね。ざっくりとした流れと時間みたいなところなんですが、車検自体はね、車検のレーンに入って最初に排気ガスの検査をやって、でその後なんかサイドストリップの検査って書いてあったけど、あれちょっと何してるのかよく分からなかったですね。でその後なんかシャシーダイナモっていうんですか、なんか床が回るやつに乗って、なんかブレーキ踏まされたり、ライトの工軸見たり、なんかいろいろしてました。そこまではね、大体ね10分ぐらいで終わったんですけど、そこから先がやっぱキャンピングカーなんでちょっとややこしかったですね。前回のユーザー車検もそうだったんですけど、ちょっと別室みたいなところに、車を1回端に寄せた上で、今度キャンピング設備の確認みたいな、ターンに入りました。でそこだと、ベッドをこのフロアのベッドを展開したり、炊事の設備としてシンクがついてるかとか、あとはなんだ電子レンジの確認と、あと調理台が何平方メートル、確保されてるかとか、そういった検査をいろいろとしてもらいました。でね、そこがねやっぱりどうしても台数も出ないというか、検査する側もねあんまりしょっちゅうキャンピングカーが来るわけじゃないので、マニュアルみたいなのを見ながらにらめっこでやるような方式なんですけど、そこがだいたい40分50分かかって、トータルで1時間ぐらいかかったっていう風な感じでした。バロッコはねちょっとね調理台が結構ギチギチで作られてるらしくって、調理台の大きさを 0.5 平米確保しないといけないらしいんですが、それがマジでギリギリで 0.53 平米ぐらいで、ちょっと検査員の方がだいぶ苦戦してましたね。これどこが調理台になるんだろうみたいなので、いろいろと頭をひねらせていた感じでした。無事ね、車検も取れたので、これで2年間はね安泰で暮らせるので、ありがたい限りですね。したらこの車検シールを貼り替えていかないといけないんですよね。8年の12月で、こっちが6年の12月ってなってるやつを、外していくんですけど、これペリペリして大丈夫なのかしら。硬えなこれ。いけるいける。オッケーオッケー。オッケーですね。よし、完璧。6年12月8日。8の12ね。でなんかね、これがねなんか場所が変わったらしくって、なんか車両中心から可能な限り離れていて、かつ運転席からよく見える場所らしいので、ここですかね。ちょっと貼る場所の出しとかしてないけど、いいか、大丈夫だろう。はいはい、 OK です。完了です。これで車検のもろもろは OK かな。もう古い車検シールも剥がしたしね、完璧です。よし、じゃあ車検も終わったことなのでちょっと休憩していきましょう。コージーコーナーでケーキを買ってきました。これと、あとなんかねあれです、ドリップバックコーヒーがあるんで、これとバロッコの中だといつもこれが入ってます。電気ケトルがね入ってるんで、それでいつもお湯を沸かしてます。インバーターはね1000ワットぐらいのやつを入れていて、このバルミューダのケトルは1200ワット使うんですけど、なんかよくわかんないですけど動くんですよね。動くんで使ってます。水は今日汲んできたので普通に蛇口の水を使いましょう。大丈夫です。綺麗な水なんでご安心ください。
入れすぎた。こんないらないだろ。ちょっと減らしましょう。こんないらない。よいしょ。よし。そしたらですね、今度はケーキを開けていきたいと思います。どうだっけ。なんかこの後ろのあたりにフォークとかを置いてるんで、フォーク。ちょっとね、ケトルがうるさいんですけど、買ってきたのは期間限定でやってるサシャのミルクレープと、あとはイチゴのショートですね。あとこれとコーヒーがあればいい感じでしょう。キャンプ用で使ってるスノピのマグです。300かな多分。300だね。いいですね。このね、ドリップバッグコーヒーはね、まともなんで、たまに、ものによってはこのドリップバッグコーヒーが、カップより低いところに入っちゃうやつがあって、なんかビタビタになっちゃうじゃないですか。これはね、上にこうやってまたがってくれるんで、入れやすくて楽ちんです。じゃあ、いただきます。コーヒーですが、乾杯。私、猫舌なんですよね。大体飲めないんですよ、こういうの、熱くて。ダメだ。熱くて飲めそうにない。じゃあ、サシャのケーキの方から。おいしい。ミルクレープや。ケーキって言ったけど。これうまいっすね。はい。一通りね、落ち着いたので、今、家に帰ってます。今回のですね、車検をちょっと総括していきたいと思います。まず、かかった費用を、それぞれおさらいしていこうかなと思います。まず検査手数料、これは車検場で車検を受けるのに必要な手数料ですね。これがまず2200円で、2つ目、自動車の重量税、これは6600円かかりました。納車からね、時間が経って13年以上超えるともうちょっと値上がりするんですが、当面6600円だと思います。次、3つ目です。自賠責保険、これは軽の特殊車両の自賠責24ヶ月なんで、これは11,290円でした。で、4つ目、法定点検、12ヶ月の法定点検もディーラーで受けました。これはですね、14,300円確かしました。なんかね、昔、もう納車したての頃はダイハツの12ヶ月点検って12,000円ぐらいだったんですけど、去年13,000円に値上がりして、で、今日じゃないや、今年やってみたらなんか14,000円に値上がりしてました。まあね、インフレしてるからしょうがないかなっていうところですね。で、5つ目、車検にあたってのなんか整備もろもろに、だいたいですね、31,000円ぐらいかけました。ざっくりそれぐらいだと思います。変えたのは、フロントのデフのオイルと、リアのデフオイルと、エンジンオイルと、あとはブレーキのフルードと、あとなんだっけ、クーラントの液体、不凍液、LLC ですね。不凍液を変えたのと、あともワイパー変えて、あとなんだ、エアクリか。エアクリーナーと、あとエアコンのフィルターと変えてますね。あと発煙筒とかなんか、なんやかんやいろいろあって、そこら辺合計して31,000円から35,000円ぐらいでかかってるはずです。でですね、4年経過して、私このバロッコ、今走行距離が51,364キロ走ってるんですけど、5万キロぐらいに達すると、なんかプラグをそろそろ交換せよって言われるんですね。言われました。スパークプラグは何だったっけ、スパークプラグはイリジウムプラグだから、なんか10万キロ持つくらいっていう風に私も認識してたんですね。なんか前はね、普通車乗ってたんですよ。
でしたら軽自動車はなんか回転数がね基本的にめっちゃ高いところばっかり使うので消耗が速い激しいというふうなことで、5万キロが推奨ラインぐらいだそうです。でこれがスパークプラグはダイハツで交換すると工賃込みで1万3000円ぐらいで、なんかオートバックスでも見積もり取ったんですが、オートバックスはねなんか1万円ぴったぐらいでやれるみたいです。ちょっとそれもねやっておこうかなって考えてます。まだやってないんですけどね。であとはクラッチです。これマニュアルなんですよね。マニュアルの車両なんですが、ちょっとクラッチがねもうそろそろダメかなと思ってます。なんか感覚的にねちょっとそろそろ滑り始めたなみたいな、消耗したなみたいな感じがあって、クラッチ交換はダイハツの見積もりだと6万円ぐらいかかるそうなので、これもちょっとやらないといけないかなっていうとこですね。この2つのやらないといけないかなって思ってる整備合わせると7万円ぐらいなんですけど、まだやってないこの2つの整備を除くとざっくり6万5千円ぐらいかかりました。税金とか全部含めてですね。ユーザーでやるとねこれぐらいで済むので結構安いんじゃないかなと思います。ちょうどね前回やった1回目の車検もだいたいこれぐらいの値段でした。6万5、6千円払ってます。前回はねメインバッテリーを変えてるので、それが1万円ぐらいかかってるから、値段が一緒ぐらいになってるのかなって感じです。でクラッチ交換とスパークプラグを交換するとプラス7万円ぐらいになるので、ざっくり13万円14万円ぐらいになりそうですね。今回の車検としては、そこそこかかったんじゃないかなと思います。はい。でね2年走ったんですが、2年じゃない4年5万キロ走ってる割には納車時についてたブレーキパッドと、あと後ろがドラムなんでブレーキシューかな、これはね意外と減ってないです。なんか整備士さん曰くこの車マニュアルなんで、エンジンブレーキによる減速が結構多いので、あんまり摩耗しないんじゃないのっていう風なことはおっしゃってましたね。確かにそうだと思います。という風なところで、今回は、ブレーキ周りはオイル交換だけ、ブレーキオイルの交換だけにしようかと思っております。はい、いかがでしたでしょうか。ざっくりね、13万14万ぐらいがバロッコの、4年目2回目の車検の金額でした。じゃあそういうことでお楽しみいただけましたでしょうか。またの動画でお会いしましょう。バイバーイ。